あの、初めて一人でコンビニに行ってお弁当を買った時のことなんですけど、はい。店員さんに何か聞かれて、よくわからなくて、とりあえず笑顔で大丈夫ですって答えたら、冷たいお弁当をそのまま渡されてしまったんです。ああ、なるほど。お弁当を温めてもらえなかったんですね。そうなんです。きっと今これを聞きながら、あ、昨日カフェで同じ間違いをしたって頭を抱えている方もいるかもしれませんね。皆さんも日本で生活していて、こんなあるあるな失敗経験したことがありませんか？その時の気まずさというか、どうしてという皆さんの戸惑いはすごくよくわかりますよ。はい。この大丈夫ですという言葉、日常の会話で本当に一番よく耳にするのに、一番皆さんを悩ませる言葉ですよね。まるで迷路のような存在です。そうなんです。言われた時も、あるいは自分が言った時も、これってイエスなの？それともノーなの？って頭の中でフリーズしてしまうじゃないですか。フリーズしてしまいますよね。なので今回の深掘りでは、提供された資料をもとに、この大丈夫ですという言葉の迷路から皆さんを救い出すのが私たちのミッションです。この言葉に戸惑うのは、皆さんの日本語の理解が足りないからではありません。むしろ、真面目に勉強しているからこそぶつかる壁なんですよ。ああ、真面目に勉強しているからこそですか。そうです。今日は皆さんと一緒に、この短くて便利な言葉の裏側に隠された、日本ならではの面白い感覚をゆっくりと紐解いていきましょ本当に心強いです。では早速確信に迫っていきましょうか。日本語を勉強し始めた時って誰もが必ず辞書を引きますよね。う。もちろん引くと思います。そこで大丈夫を調べると、問題ないとか平気、つまり英語で言えば OK やノープロブレムのようなポジティブな意味が書かれているんです。辞書にははっきりとそう書かれていますね。なのに、いざ現実の生活に出ると、いりませんとか結構ですという完全にノーの意味で使われている場面に何度も遭遇するんです。そうですね。日常茶飯事です。これ学習者からすると辞書に裏切られたような気分になるんですよ。問題ないですって言っているのに、いらないという意味になるなんて、一体どうやって頭を切り替えればいいんでしょうか。辞書で正しく勉強すればするほど現実とのギャップに驚いてしまう。まさにそこがこの言葉が学習者の皆さんにとって最大の難敵となっている理由なんです。本当に手強い難敵ですよ。言葉の意味がランダムに変わっているように見えて、すごく混乱します。ランダムに見えるかもしれませんが、実はある明確なルールが隠されているんです。どんな場面で誰に対して使うかによって法則が働いています。法則ですか。それはぜひ知りたいです。具体的な状況を分けて考えてみると、その見えないルールが浮かび上がってきますよ。わかりました。では、皆さんが一番よく遭遇して、一番困惑するであろうノー、つまり、いりませんのパターンから見ていきましょう。はい。やはりお店でのやり取りが一番多いですよね。そうですね。コンビニで買い物をしたとき、店員さんから、レジ袋はご利用ですかって聞かれる。ここで日本人の多くは、大丈夫ですと答えます。毎日聞くフレーズですね。他にも、先ほどのお弁当を温めますかって聞かれたときや、レストランで店員さんが水差しを持ってきて、お水のおかわりはいかがですかと聞いてくれたときにも、よく、あ、大丈夫ですと言いますよね。これらの場面での大丈夫ですは、すべて、レジ袋はいりません。お弁当も温めなくていいです。お水は今は必要ありません。という相手の提案に対する拒否、つまりノーを意味しています。相手のサービスに対してノーを言うときって、学習者としては、いりませんってドアをガチャンと閉めるような、少し強くて冷たい拒否のイメージを持ってしまうんです。なるほど。ドアを閉めるイメージですか。はい。でも、日本人の大丈夫ですを観察していると、冷たいドアではなくて、なんていうか、自分の目の前に柔らかい透明なシールドをふわっと貼って、ありがとうございます。でも、今はこれ以上は必要ないですよと
優しく防いでいるような、そんな感じがします。その柔らかい透明なシールドというイメージ、すごく的確ですね。あ、本当ですか。よかったです。日本のコミュニケーションにおいて、相手の行為や提案を直接的にいりませんと叩き落とすのは少し抵抗があるんです。やっぱりちょっと強すぎると感じるんですね。ええ。だから、その行為をふわりと受け止めながらも、これ以上は十分満たされていますよというバリアを張る。その時に大丈夫という言葉がクッションとして機能しているわけです。なるほど。シールドを貼って相手の提案をブロックしているから結果的にノーになるんですね。そういうことです。でもここで一つ大きな疑問が出てきます。もし大丈夫ですが、相手の提案をブロックするシールドなんだとしたら、なぜ辞書通りのイエス、つまり OK になる場面があるんでしょうか？シールドが急にサムズアップに変わる瞬間ということですね。面白い視点です。はい、そうです。どうして逆になるのかなって。では、イエスや OK の意味になる場面を少し想像してみてください。例えば、あなたが少し咳をしていたり、ひどく疲れた顔をしている時に、友達が「体調大丈夫？」と聞いてくれたとします。その時は、大丈夫と答えますよね。これは問題ないよ、平気だよという意味のイエスです。そうです。他にも、会社で新しいプロジェクトを任された時、先輩から「この作業一人で大丈夫ですか？」と聞かれて「はい、大丈夫です」と答える場面。それもはい、一人でできますというイエスの返事になりますね。ええ。あとは、道でつまずいて転んでしまった時に、通りすがりの人が「あ、大丈夫ですか？」と声をかけてくれた時の「大丈夫です」も同じです。それは、怪我はしていませんから心配しないでくださいという意味ですね。その通りです。さて、これらの場面に共通しているのは何だと思いますか？お店でのやり取りとは決定的な違いがあります。なんだろう。わかったかもしれません。おお、何でしょこれらはすべて、相手が自分に物理的なものやサービスを提供しようとしているのではなくて、自分のことを心配してくれている時じゃないですか？う？大正解です。相手が不安や心配を抱えて声をかけてくれたとき、自分が本当に困っているかどうかという身体的な状況だけじゃなくてですね、はい。私を心配してくれているあなたの気持ちに対して心配いりませんよと伝える。相手の不安を取り除いて安心させるための OK なんです。なるほど。相手を安心させるための言葉なんですね。そう考えるとすごく優しい言葉に思えてきます。ええ、とても思いやりのある表現なんですよ。でもここで学習者の皆さんが心の中で叫んでいるであろう最大の疑問を代弁してもいいですか？はい。どんなことでしょズバリ、お店で袋がいらないとき、どうしてはっきりといりませんと言わないんですか？う？確信をつく質問ですね。ええ、いりませんと言えば誤解されることもないし、コミュニケーションとしてすごくスムーズじゃないですか？なぜ日本人はわざわざこんな曖昧な言葉を使うんでしょうか？それは、言語学習の枠を超えた日本文化の深い部分に触れる問いですね。少し掘り下げてみましょう。はい、お願いします。実は、日本特有のコミュニケーションの美学がここには隠れているんです。日本では相手との和、つまり人間関係の調和を保つことが非常に重要視されます。はですね。相手との摩擦を避けるということでしょうか？ええ。だから相手が親切でしましょうかと提案してくれたことに対して直接的にいりませんという言葉を返すのは少し冷たくて強い印象を与えてしまうことがあるんです。相手を突き放すような感じになっちゃうというか。その通りです。相手の親切心を傷つけてしまうかもしれないという恐れが背景にあります。確かに私たちの母国語でもストレートに断るのが申し訳ないと感じる時はあります。でも日本語はその感覚がより強いんですね。そうなんです。だから大丈夫ですをクッションに使う。本来の辞書の意味を今の状態のままで問題ないからこれ以上何もしてもらわなくても平気ですよという形に変換して使っているんです。なるほど。でも言葉自体がイエスとノーの両方の意味を持っていたら、
日本人同士でも勘違いすることはないんですか？どっちみたいに。実は日本人同士でもたまに迷うことはありますよ。ああ、そうなんですか。ちょっと安心しました。ただ、基本的には誤解は起きにくいんです。なぜなら、大丈夫ですという言葉は、文字通りの意味を持った単語とより、もっと流動的な、真っ白なキャンバスのようなものだからです。真っ白なキャンバス。どういうことですか？つまり、言葉そのものには色がついていなくて、そこにどんな色を塗るかで意味が決まるんです。どんな色を塗るか。その色とは、その時の場面がお店なのか友達なのか、声のトーンは明るいか少し申し訳なさそうか、笑顔か少し首を振っているか、そして相手との関係性です。ああ、なるほど。日本人は言葉以外のすべての情報を組み合わせて、その場で一緒に意味を作り上げているんです。文脈という名の絵の具ですね。すごくしっくりきました。確かにコンビニで大丈夫ですと断るときって、ただ言葉を発するだけじゃなくて、手のひらを胸の前で軽くヒラヒラさせたり、ちょっと首を傾けながら申し訳なさそうなトーンで言ったりしますよね。そうですね。よく見るジェスチャーです。ジェスチャーや声のトーンという絵の具が乗って初めて脳という絵が完成するんですね。そういうことです。こういう言葉以外の文脈に頼るコミュニケーションをハイコンテクストと呼びますが、日本人はこれを一瞬で読み取っています。一瞬でですか。すごいです。だから言葉だけを切り取って辞書と比べると矛盾だらけに見えるんですが、空間全体を見れば実は相手への配慮に満ちたシステムなんですよ。言葉だけじゃなくて空間全体で意味を作っている。そう考えると、この大丈夫ですという言葉がなんだか愛おしく思えてきました。とても人間味のある言葉ですよね。でもそれを私たち学習者が使いこなせるようになるかというと、ハードルが高いですね。今日からリスナーの皆さんはどう向き合っていけばいいでしょうか？まず一番最初にお伝えしたいとても大切なルールがあります。それは最初から完璧に使い分ける必要は全くないということです。それはほっとします。いきなりトーンや手の動きまでコントロールして空気を読むなんて無理ですからね。はい。皆さん肩の力を抜いてくださいね。ですから、まずは場面で2つの大きなパターンだけを覚えてしまうことをお勧めします。2つのパターンですね。教えてください。1つ目のパターン。お店やレストランで店員さんからしましょうか、はい、いかがですかとサービスを提案された時の大丈夫です。これは多くの場合、ノー、つまりいりませんです。はい。提案にはノーですね。2つ目のパターン。誰かに体調などを心配された時の大丈夫です。これは多くの場合、OK、つまり問題ありませんというイエスです。心配にはイエス。これならすごく明確で覚えやすいです。まずはこの2つだけ押さえておけば、日常の多くの場面は乗り切れますよ。よかったです。でももし自分が言う立場で相手に変に伝わってしまったらどうしようと不安な時もありますよね。もし大丈夫ですを使って誤解されるのが怖いときは、無理にこの言葉を使わなくていいんです。使わなくてもいいんですか？はい。いらないときは、いりません、ありがとうございます。いや、結構です。欲しいときは、はい、お願いしますと、はっきりと自分の希望を言葉にしても、全く失礼にはなりませんから。はっきりいらない線と言ってもいいんですね。冷たくならないでしょうか？大切なのは、言葉の選び方よりも、そこにありがとうございますという感謝の気持ちを添えることです。なるほど。感謝の気持ちを添えるんですね。笑顔で、いりません、ありがとうと言えば、透明なシールドを貼るのと同じくらい柔らかく相手に伝わります。自分のレベルに合わせて確実だと思える表現から使っていくのが一番ですよ。無理して曖昧な表現を使わなくても、感謝の気持ちがあればコミュニケーションは成立する。なんだかすごく勇気をもらえるアドバイスです。焦らず少しずつ慣れていけば大丈夫です。皆さんもまずは自分が安心できる表現を使いながら、周りの日本人がどんな表情やジェスチャーで大丈夫ですと言っているか観察してみるのも面白いかもしれませんね。はい。周りの人のコミュニケーションを観察することで、言葉の背後にある文化や相手を思いやる気持ちの形がより深く理解できるようになるはずです。
さて、あっという間に今日の探究の時間が終わりに近づいてきました。今回は誰がも迷う大丈夫ですについて深掘りしてきました。はい。いろいろな角度から見てきましたね。この言葉は単なるイエスやノーの翻訳ではなく、相手を傷つけないように、相手を安心させるようにという他者への配慮がぎゅっと詰まったとても日本らしい言葉だということが分かりました。言葉の表面的な意味にとらわれず、その奥にある心に触れることができましたね。これからコンビニやカフェでお買い物をするとき、少しだけ店員さんとのやりとりの見え方が変わるかもしれません。本当にそう思います。では最後に、エクスパートから皆さんに今日から考えてみてほしい問いかけをお願いします。はい。今日から皆さんの周りで聞こえる日本語に少し耳を傾けてみてください。はい。大丈夫です以外にも、日本人が相手に配慮してわざと遠回しに言っている言葉が他にも隠れているかもしれないですよ。わざと遠回しに言っている言葉ですか？例えば誰かから食事に誘われて、どうしても行けないとき、日本人はどうやって断るでしょうか？行きませんとは、はっきり言わないはずです。うわぁ、それもまた新しい言葉の迷路になりそうですね。どんな言葉を使うんだろう。それは、どんな言葉でしょうか？ぜひ考えてみてください。皆さんは思い浮かびますか？次回までに、ぜひ周りの会話を観察して、その答えを探してみてくださいね。きっと面白い発見があると思います。それでは今日の探究はここまでとなります。皆さんの日本語学習の旅が新しい発見に満ちたさらに楽しいものになることを願っています。ゆっくりご自分のペースで進んでいってくださいね。また次回の深掘りでお会いしましょう。